あ、ごめん。この後稽古だから早退するんだ。それじゃあ。君は僕と。ダメだ、台本確認しよう。通し稽古の前までにはちゃんと覚えておかないと。2幕と5幕がまだ怪しいかな。あ、先生。いつも通り早退届は出してるので。はい。じゃあ。どうして森久保一人きり。その他のみんなはまだですかね。いつもはみんながいたからできたけど、一人で話すなんて。ライオンの檻に放り込まれた生肉です。生肉棒、餌久保。ごめんなさい。ちょっとお手洗いに。やっぱりダメ。なんでこんなことも。私一人でできるの？台本を読み込みすぎて遅刻など許されざること。打ち合わせまであと15分。急がなければ。前方から私を呼ぶ声がする。どうも、5000円感謝であります。写真は事務所を通さねば。愛獣たちも今は持ってきておりませんが、鍛え上げた肉体であればこの通り。筋肉は裏切らない。今後ともよろしくであります。覚えたセリフがどこかへ行ってしまった。
よろしくお願いします。お願いします。はい。自然体に。分かった。セリフはもう頭に入れたから表現に力を入れてみる。難しい局面こそやりがいがあるというもの。ご支援感謝であります。任された役は必ずやり遂げてみせます。森久保の感情なんて喜怒哀楽の愛ばっかりなので、やや無理久保かもです。お疲れ様でした。でした。やっぱり森久保に人の役なんて無理では。脇役向きだし、銀河が舞台なら尻くらいでちょうどいいんですけど。この舞台で私の役はかなり重要だし、雰囲気を作るだけじゃダメ。飲み込んでなりきらないとな。いやー、燃えてきました。我々の歌が劇になるとは。普段の私を脱ぎ去って厳かに演じなければ。あれ、そっか。この劇、みんなが主役なんだ。森久保一人のうじうじに構ってる余裕なんて。おっと、私はここでお別れです。それではまた。あ、私も。二人ともまた稽古でね。はい。本当にできるのかな。やらなきゃいけないのかな。一人ぼっちで。やるからにはあの星を掴んでみせる。私、
僕らが目指すアンドロメダに届くよ。大人らしい側面か。私がなりたかったもの、それなら。本日は銀河を渡るアンドロメダにご乗車いただき誠にありがとうございます。当列車は星々をつなぎ、素敵な出会いへの架け橋となりましょう。皆様の探し物が見つかりますように。それでは星を巡る旅をごゆるりとお楽しみくださいませ。あれ、夢か。おはよう。夢を見ていたのかい？お母さんとそこにお父さんもいたんだ。僕の記憶に残ってる姿で3人でトマトのスープを飲んで笑い合ってとても幸せだった。そっか。また同じ夢が見られるといいね。うん。あれ、ところで君は？僕はジーリオ。君はどうしてこの列車に乗っているんだい？それもこんな隅っこの席なんて。僕はアルバ。どうしてかな。気がついたらここにいたんだ。そう。てっきり願いが形になって叶う場所へ向かっているのかと。そんなのおとぎ話じゃ。もしかして君はそこを目指してるの？興味あるかい？なら嬉しいな。この列車で一人きりは寂しいからね。旅の仲間ができれば僕も嬉しいんだけれど。あ、うん。行けるのなら行ってみたい。そんな素敵な場所があるのなら僕。でもこの列車は一体何なんだろう。こんばんは、お二人さん。切符を拝見いたします。うん、よろしい。星巡りの旅は楽しまれていますか？星巡りの旅？ご乗車は初めてでしたか。では当列車についてご説明いたしましょうか。次の駅まではしばらくかかりますから。ほら、窓の外をご覧ください。今は天の川を走っています。
銀河と銀河をつなぎ、遥か遠く宇宙の先へと向かう列車、それがこのアンドロメダ。この列車には様々なお客様がいらっしゃいます。旅の醍醐味は人々との触れ合いや駅での過ごし方でしょう。気が向いたら他の乗客とお話ししてみては。駅ごとに見られる景色やそこに住まう人々は異なるもの。きっと様々な星の驚きが得られるでしょう。次の停車駅は鷲座ですね。いろんな人に、景色に会いに行く旅か。ジーリオ、何か考え事？おう、なんでもないさ。君は何も気にしなくていいよ、アルバ。そっか。さて、しばらくの後、鷲座に到着いたします。ここは停車時間を長く設けております。よろしければぜひ外の様子をご覧になってみてください。僕ら星と同じところにいる。本当に銀河の中を渡ってるんだ。あれは何だろう。光る鳥？もしかしてワシ？さあ、なんだろうね。それよりほら、あっちにお店があるよ。行ってみよう。わしの羽に青いリンゴに星のかけらのお菓子？キラキラしてる。どんな味がするんだろすみません、これらを一つずつもらえますか？ありがとうございます。シーリオ、僕お金を持ってないのに。気にしないで。君のためなら何でもしてあげよう。君の幸せのためなら。ありがとう。優しいね、君って。甘い。このお菓子とっても甘いよ。口の中にふんわり広がって、もう溶けちゃった。ほら、ジーリオも。僕はいいのに。幸せは分け合わなきゃ。ほら。でも幸せっていう割に君は笑わないんだね。え？柵の向こうに人だかりが。
あ、切符は確かに持っているけれど、これは僕らのだ。君たちのための切符じゃない。切符を持てないさまよえる者に乗る権利はない。行こう、アルバ。おかえりなさい。鷲座の駅はどうでした？いい出会いはありましたか？お菓子は美味しいです。とても。けど、あの人たちは。気にしないことだよ。さあ、座って食べよう。いいよね、車掌さん。もちろん。それらは君たちの思い出ですから。一つも取りこぼすことなく次の星まで運びましょう。この旅は楽しいことだけではないかもしれませんね。ですが君たちの思い出が幸福に満ちることを祈ります。それでは良い旅を。シリオ。さっきはありがとう。僕ちょっと怖かったんだ。どういたしまして。何も心配することはないよ。この先もね。君は僕が守ってあげる。星の巡りは人の巡り。歩むごとに垣間見えるのは輝かしさかほの暗さか。さて次なる星へ向かうといたしましょう。これが路線図？真っ黒い紙だけど、その上に文字が浮かんだり消えたりしてる。そう、面白いだろ。君と出会う前の駅で買ったんだ。通った駅の名前はどうしてか消えてしまうみたいだけど、僕らは鷲座を出発して次の停車駅は矢座だね。こと座、小狐座、白鳥座。本当に天の川だ。願いが形になって叶う場所ってどこなんだろう。この路線図に載ってる場所なのかな。さあ、詳しくはわからないけれど、それでも進んでいこう、一緒に。それこそどこまでだって。そういうことでしたらこちらへどうぞ。おや、こんばんは。新しいお客様ですね。それでは切符を拝見いたします。どうされました？だんまりでいられると
こちらも困ってしまいます。さあ、早く切符を。まさか切符をお持ちではないなんてことは。アルバ、やめておこう。関わると君が不幸になってしまう恐れもある。それでも車掌さん、この子の切符は今はお母さんが持っていて他の号車にいて、だから大丈夫です。そうですか。それは旅の邪魔をしてしまい申し訳ありません。良い旅を、少年。いえ、僕はそんな大したことなんて。それよりあなたたちはそうまでしてどこへ行くんですか？君は優しい人だね。傷つくかもしれないことなんて選ばなくていいのに。君の方がずっと優しいよ。ねえ、次の駅でも降りてみよう。不思議な影が見えるんだ。ここが駅。こんな瑠璃色の景色見たことない。僕の街はうるさくてすすだらけだったから。ああ、僕もだ。壁に囲まれたまるで逃げ場なんてないような場所だった。知らない世界ばかりだね、この旅で見るものは。君と一緒に知らない世界を知っていくんだね。それって悪くないな。僕もそうしたいよ、君と一緒にね。じゃあたくさんたくさん見ていこう。僕らの星々の思い出をぎっしり乗せて、願いが形になって叶う場所まで運んでいくんだ、この列車で。星の海。海の星？いや、星の…ガラスみたいな魚が泳いでる。ね、このキラキラしたのは水星のかけらかな。きっとそうに違いないよ。ほのかに青く光ってる。素敵だね。ほら、そこにもあっちにも落ちてる。ここでならどれだけ欲張りになったっていいんだ。こぼれてしまうくらい拾っていこうよ。すごいや、独り占め。
二人占めだね。ここはなんだか凍えてしまいそうだよ。手をつなごう。一人だったら温め合うこともできなかったな。うん。君と一緒でよかった。ねえ、あれはなんだろう。白い光がひらひらと踊ってるみたいだ。あれは雪の妖精かな。じゃあ僕らも彼らと一緒に踊ろうか。いいだろう。星の瞬きしか僕らを見ていないんだ。あ、君って人は結構強引だな。嫌いじゃないけど。またジーリオに買ってもらっちゃったね。このガラスペン、インクが星屑みたいにキラキラしてる。描くものに対して逆の色を出すんだね。七色のインクだ。これはいい買い物をしたよ。そうだ、路線図に今まで通ってきた駅の名前を。そうさ。こうすれば過ぎてしまったものでも書き留められる。僕らの思い出の地図になる。描いていこう、ジーリオ。僕ら二人で。ごきげんよう。ここ空いているかしら。そちらはお友達と一緒に銀河の旅？はい。僕ら願いが形になって叶う場所を目指してるんです。そうだ、何か知っていませんか？奇遇ね。似たようなものを私も探しているの。何でも元に戻してくれると言われている空の糸で織られたベルベットをね。こんばんは。ようこそ銀河を渡る列車へ。切符を拝見。おや、ええ。願いが叶う。似ている。僕らが目指すものときっとあるんだ。この銀河の向こうにそれぞれの本当の幸せをつかむための場所が。お客様はお一人のはずですが、切符を2枚お持ちですね。これは私と娘の分。あの子を取り戻すためにこの列車に乗っているんだもの。今はいらなくとも帰り道に必要になるでしょ。確かにあの子を取り戻すためならどんなことだってする覚悟よ。けれどこれは私の力で手に入れた切符。人から奪ったものじゃないわ。それは確か。ああ、ご心配なさらず。この切符は間違いなくあなたのものです。それでは良い旅を。お二人とも旅はどうですか？前はあんなお話をしてしまいましたが、楽しめていますか？はい。ようやく目指す場所が見えてきたのかもって。
僕楽しいと思ってます、この旅。胸に抱く希望を乗せて列車は星の海を渡って行きます。皆の旅はきっと実り多く輝きにあふれたものになるでしょう。しかし光あるところに影は生まれます。どうかその心に陰りを落とされぬよう。はい、語り部と車掌の演じ分け以在承知であります。すみません、いくつか質問があるんですけど。ジーリはアルバに対してすごく好意的だと思うんですが、こことここのセリフちょっと冷たすぎるような気がして。はい、ありがとうございます。はあ、やっと投資終わり。次はもう一回後編第3幕。セリフ改めて思いますが、この役をもらえて良好であります。結構自分とつながる部分があると言いますか。いや、表面的には普段の私とは異なるとも思いますが。わかるな、その感じ。役と自分に共通点があるって面白い。似てるからこそ演じることが難しいんじゃ。私だけなのかな。のの、お疲れ様。セリフいじるからちょっと見てほしくていいかな。ああ、それは私も聞いておきたいですな。凛殿とのの殿の言葉選びは詩的であると伺っておりますので。凛さん、アキさんもどうしてそんなにちゃんと演じられるんですか？確かに今回もらった役は森久保とも似てるところがあって、でもだからって演じやすいとかそういうのじゃない気が。自分と混ざっちゃうような怖さがあるんですけど。初めこそどう演じるべきか悩みましたとも。おそらくそれは誰しもがそうであるかと。私もそう。もともと演技が得意とかそういうのじゃないし。でもやっていくうちに自分とは似てるけど役として割り切れたっていうか、舞台上では別の自分になっていくみたいな感じかな。もともとの私がこれだという自分を
強く持っているからこそ、役としての別の人生を楽しめている感じですかな。役としての別の人生。そんなの、この一生だけで燃え尽きそうな森久保に無茶すぎる話で、やっぱり無理。まあまあ、そんな青い顔してちゃ魔法使いさんに心配されちゃうよ。これから別の人生を楽しめばいいんじゃない？森久保の顔色は通常運転ですのでお気になさらず。列車とかけてるのかな。はあ、イズブニッチェ、すみません。少し聞いていたんですけど、演じることの悩みですね。アナスタシアさんまで。演技の表情と味は積み重ねてきた経験だと学びました。もちろんそれはちゃんとノノの中にもありますね。だから頑張って、きっと大丈夫です。一緒に頑張っていけば必ず答えが見つかりますよ。うんうん。それに演じるのってやっぱり楽しいじゃない？作品として劇の世界を見てお芝居を楽しむの楽しいよ。経験、作品として楽しむ。演出家の先生もスタッフさんたちもまだ戻ってこない。プロデューサー、何か聞いてる？わかりました。また明日よろしくお願いしますね。ちょうどよかった。そろそろ倒れそうだったから。またね、みんな。じゃあ私たちも帰ろうか。よかったら事務所のレッスンルームでも借りて。リクボだけですか？何を言われてもくじけない心でありますよ、ノノだな。また明日笑顔で会いましょうぞ。ノノ、あんまり相談に乗ってあげられなくてごめんけど、私たちはその分全力で行くから、一緒にいい舞台を作ろう。ああ。
疲れ様でした。経験、私なりに役の魅力を伝えようとしたこと、楽しむ。確かにこのお話は私が好きなもの、幻想的な世界、自分じゃない自分、私自身に重ねて自分を守ったままじゃ彼に別の人生に出会うことなんてきっとできない。さよならの練習を始めなきゃ。星を巡る旅は長く、そして短くもある。窓の外はいつも同じ景色ではあらず、星の海を渡る列車にも雨や嵐は訪れます。イレーネさん、こちらが3等の客車です。それにしても1等車から3等車へ移りたいだなんて珍しい申し出ですね。何か理由がおありで？ありがとうございます。理由は、一等客車はどうにも落ち着かなくて、どうしてこの切符を持っていたのかわからないですし、私自身の力で手に入れたものではなく、父の力で与えられたものだとしたら使いたくないんです。恩にしたくないというか。さようですか。まあこちらの号車からでも見える景色は変わりません。それでは良い旅を。自分の意志とは関係なしに得てしまうものか。僕もそういうのは好きじゃないな。親の身勝手はむしろ嫌いだ。イレーネさんでよかったのかな。僕はアルバ、こっちはジーリオ。あなたはどこまで？旅の行き先、目的ですか。実を言うと、そんなものはないんですよ。逃げてきたんです。少し家庭の問題があって、父と母が不仲なものですから、それから逃げただけ。だから
ただ列車に揺られて星を眺めるだけなんです。それだけのために豪奢なふかふかのソファはいらない。私がいなくなって二人がどうにかなればいい。それだけです。私がどこへ行ったって、私がいなくなったって解決しないというのに。どこかで降りなければいけませんよね、こんなの。どこかで。雨か。駅の外までは出られないな。アルバ、お腹は空いてないかい？ホームの物売りから何か買おうと思うけど。ちょびっと。でもあんまり君に甘えちゃうのも悪いよ。お金のことだったら本当に気にしないで。この列車で全て使い切っちゃってもいいんだ。太っ腹だね、君は。じゃあ、ありがとう。なんだろう。揉め事かな。人のいさかいなんてよくあることだよ。さあ、早く戻ろう。車掌さん、何かあったんですか？さっき声が聞こえて。ああ、想像しくて申し訳ありません。不正乗車の女性を降ろしたんです。少し言い合いになってしまってお騒がせいたしました。それって親子二人で乗ってた。ええ、切符を持っていない方を乗せるわけにはいきません。それが規則ですから。でも何も無理やり降ろさなくったって。確かに不本意でしょう。でも尋ねた時にはっきり言ってくだされば、こちらも彼女らの望む駅までは送り届けてもよかった。しかしお子さんが嘘をついたのです。母は切符を持っていると。それを叱責することもなくお母様は同調した。ですから降ろさざるを得ませんでした。嘘はいけない。切符がない。ならば座席はない。それがこの列車のルールです。それではお二人はこれからも良き旅を。そんな。あんなところで降ろされてどうするんだろうね。僕が余計なことさえ言わなければ、あの子が嘘をつくこともなかった。二人の行き先を決めてしまったのは僕だ。僕のせいだ。やっぱり誰かと関わっちゃいけないんだ。
もしもミヤさんのように切符を2枚持っていれば、あるいはイレーネさんの切符を払い戻せば3等車の切符2枚分にはなったかもしれない。そんな風に考えて過去を嘆くこともできるだろう。けれど全部もしもの話さ。今考えたところで意味なんてない。あの親子は2人とも生きているけれど切符を持っていない。ミヤさんはお子さんを失ったけど切符は2枚。イレーネさんは目的もないのに切符を持っている。どうしてあるべきところにないんだろうね、必要なものって。だけどままならない。それが人生なんだろうな、きっと。そんなの悲しいだけじゃないか。どうして幸せを望むことがこんなにも苦しいんだ。アルバ、ごきげんよう、2人とも。お隣いいかしら。ほら、ご挨拶して。眠いかな。あ、ミヤさん、どうぞ。ってあれ、この子は。この子のお母様にね。どうしてもって。ほら、私は切符をもう1枚持っているでしょ。最初は押されて押し付けられた形だったけれど、同じ母親だから気持ちが分かってしまったから、この子を大切にしたい、その思いが。そうしてこの子と過ごして考えが変わってきたの。閉ざされた未来を追う前にすべき役目を与えられた。この子との出会いはおぼし飯なんじゃないかって。だったらこの子の未来を、開かれた未来の手助けをした方がいいんじゃないか、そう思ったの。じゃあお子さんを取り戻すっていう願いは諦めたと？まずはこの子が生きていける場所、ペガサス座へ行くわ。自分の子じゃなくても送り届けるくらいはできるもの。それから先はまた考えてみる。でもきっともう列車には乗らないわね。自分の足で私の人生の道を決めていきたいから。そっか。じゃあミヤさんはこの列車を降りるんだね。ご歓談中のところ失礼。切符を拝見いたします。僕らのですか？ずいぶん前にも一度見せたと思うんですが。切符は変わるものなのですよ。持ち主の心や目的に呼応してね。お手数ではありますが都度確認させていただいております。お客様の切符はもともとどこにでも行ける素晴らしいものですが、行き先は決めなければなりません。さて、どこまで乗られますか？願いが形になって叶う場所まで。ジーリオも
そうだよね。ああ、そうだね。そうですか。であればお二方はこのままこの列車に。ほとんどの方は次の停車駅で降りられるでしょう。次のトカゲ座は乗り換え駅となっておりますから。その分停車時間も長いので、また外の様子を楽しまれてみてはいかがでしょう。果てのない旅もいつかは目指す場所にたどり着くでしょう。もうじき目指すアンドロメダが見えてくる。降車の際にはお忘れ物のなきよう。いよいよ終着駅も近くなってまいりました。けれど終わらないこともあるでしょう。どのような結末に向かうのかはお客様のそのお心次第。ああ、もうトカゲ座なのね。さあ、私たちはここでお別れよ。乗り換えしなくちゃね。でもお母さんとは離れちゃったんだよ。ミヤさんともペガサス座でお別れだし、君はこれから一人ぼっちだよ。怖くないの？旅立ちの決意はバッチリみたいね。この子のことは心配しないで。ちゃんと責任を持って送り届けます。それが私の務めだから。あなたたちのその不安そうな顔もきっと笑顔になる時が来ることを祈って。心は変化していくものなんでしょ。それじゃあさよなら。人もずいぶん減ってきたね。最初の頃みたいに僕らの声がこんなに響いて。きっとみんな乗り換えなんだろう。どこかへ向かうために他の列車に乗って星の海を越え別の銀河に渡っていくんだ。こんばんは、二人とも。短い間だったけれどありがとうございました。お別れみたいだね。もしかしてイレーネさんも降りるの？はい、ミヤさんたちを見て家族のことを考えて、望まれていない結婚で、そして望まれていない子だとしても、いびつな家族だったとしても、家族は
家族ですから。父と母の間は私にしかこの溝は埋められない。そう気づいたんです。だから逃避の旅はこれでおしまい。帰ろうと思います、家に。私はそうすることに決めましたよ、ジーリオ。へえ、僕には関係のないことだけれど応援くらいはさせてもらうよ。では私はこれでさよなら。アルバと一緒に、もしも僕の願いを叶えたとして、彼は笑ってくれるだろうか。いや、そんなの分かりきっていることだ。そう、初めから。彼はそのために列車に乗ったわけではないのだから。ねえ、ブツブツ言ってどうしたの？君がだんまりだと退屈だよ。何かお話ししよう。ほら、もうじき列車も出ることだしさ。君もここで降りるんだ。え？どうして？だって僕ら一緒に行くんだろ？願いが形になって叶う場所へ。そんな場所存在しないんだよ。ごめんね。僕は君にずっと嘘をついていたんだ。何を言ってるんだよ。そんな冗談笑えないよ。はあ、笑えない。だって僕ら一緒に行くって約束したじゃないか。確かに僕は願いが叶う場所を目指してこの列車に乗った。けれどその願いはね、君にとって幸福なことじゃない。君には幸せになってほしいからここで降りるんだ。わかんないよ。そんな風にぼんやり言われても。じゃあ君の願いってのを話してよ。そしたら一緒に。じゃあ君は僕と一緒に死んでくれるのかい？それが僕の願いさ。あの星の光さえ届かない遠い銀河へ行って一人でこの世界から消え去るなんて恐ろしくてたまらない。僕は体が弱くてね、家業を継がなければならなかったのに家族の期待に応えられない。いつも重責に押しつぶされそうだった。だから逃げたんだ。解放されて終わることを望んだんだ。ままならないこの哀れな人生から。ねえ、こんな僕と死ねるのかい？目的のない孤独な君。僕には目的なんかなくって、ただ一人でいるのが寂しかった。一人ぼっちがもっと一人ぼっちになったらどうなってしまうのかわからなくて、誰かと関わることも怖くなって。でも
列車で目を覚ましたら君がいて、君と一緒に同じものを目指して、君と一緒に過ごして、それはすごく楽しかったんだ。本当に楽しかった。それにこの旅の中でいろんなことを学んだよ。僕のせいでって思うこともあったけど、それでもだからこそ誰かのために何かができたらって。でも君の願いは一緒には叶えてあげられない。ごめんシーリオ、ごめん。それでいい。君は僕の道をなぞるんじゃなく、君の道を行くんだよ、アルバ。でももう少しだけ一緒にいさせてほしい。そこは何もない。銀河と銀河の狭間の空白のような駅。放射の際は思い出をお忘れなきよう。僕ここで降りるよ。自分の足で自分の道を探してみる。ここまで一緒にいてくれてありがとうシーリオ。楽しかったよ。僕も。寂しがり屋でか弱くて優しくて誰よりも人間らしい君。どんな時でもそんな君が素敵だったよ。さよなら。初めての僕の友達。大丈夫。もう一人でも笑えるよ。さよならか。すっかり寂しくなってしまいましたね。あとはお客様だけですが、どちらまで行かれますか？僕も降りることにしたよ。きっと家族が帰りを待っているだろうしね。では次の駅で降りて乗り換えるといいでしょう。君ともそこでお別れですね。ああ、それで一つお願いがあるんだ、車掌さん。これをもしもアルバに出会うことがあれば渡してほしい。手紙ですか？私はポストマンではないのですが。なら転職を勧めるよ。どうにも窮屈そうでさ、その制服。どんな仕事に就いたっていいんだろ。降りる客に寂しい目を向けない仕事を選びなよ。帰ろう。こんな体でも
きっとできることがある。父さんに母さんに僕の意思を伝えよう。泣いたっていいさ。嘘なんてつかないで心の赴くまま、彼みたいに弱い自分とさよならだ。また私一人だけになってしまいました。何度も何度も誰もが目的を見つけてこの列車から降りていく。私の切符はきっと永久に。いいのですか、この列車から降りても。私が僕に戻ってもまた歩み出すことを許してもらえるのですか。ここであなたの旅はおしまい。あのお客様も言っていました。好きに選ぶといいと。さあ、自由な道を進むのです。僕は何にだってなれる。ええ、そうですとも。なりたかった車掌にもなれた。でもそこから何かにもなれる。長い間お世話になりました。さよなら。さよならアンドロメダ。当列車は銀河と銀河をつなぎ星の海を渡ります。皆様の心の赴くままに星と出会い、人を巡り、やがてご自身の足で新たな道を敷く。その時までよすがとなり呪いとなり、共に走っていきましょう。どこまでもどこまでも。なんとか終わりました。みんなお疲れ様。お疲れ様です。いやー、大盛況ですね。きっとお客様にも満足していただけたでしょう。なんかアキさん、まだ役が抜けきってないんだね。いつにも増して大人っぽいというか。そういうリン殿もまだオーラが出ておりますよ。オーラって
もう少し僕って言ってみてもいいかもしれないね。内に秘めたる思いは暗く、故に嘘をつき続ける少年。のの殿の役が光だとすれば、リン殿の役はまさに闇でありましたな。であるからこそ神秘的なオーラが離れないというか。待ってください。今聞き捨てならない言葉が。森久保が光を。そうだよ、ノノ。最後の涙と笑顔、私もグッときたな。あの舞台の上でノノは間違いなくアルバだった。それを森久保が演じきれた。はあ、実感が。ああ、なんかだんだん。お疲れ様です。とっても素敵な劇になったね。儚さや寂しさの中に希望が秘められていて、みんなの力でしっかり伝えられたね。嫌なものからは逃げたくなりますが、それに正面から立ち向かっていくのも大切ですね。はい、おっしゃる通りで、ちょっとだけ目線が上になったような気がします。お客さんにも森久保の顔を見せられましたし。素敵な表情だよ。お二人も素晴らしい演技でしたぞ。千歳殿の母親役、とても様になっておりましたし。ありがとう。うちにも可愛い子がいるから。アーニャの普段見ないような表情や小姉もすごく新鮮でも芯が通ってた。パセーバアーニャはパパとママをつないでいますね。だからあの演技が答えです。みんな自分の役を全うしたんだ、全力で。でもこれで終わりじゃない。まず主演ってありがたいものをいただいておきながら大変恐縮なんですけど、この劇はみんなが主役です。だからみんながみんな本当に自分自身と向き合っていて、それは劇の中でも演じている森久保たちも同じで、向き合ったからこそ役にも自分にも自信がついたかも。ちょびっとだけですけど、森久保なんて光にはまだまだですから。それから
自分じゃない人生を歩んでみるっていうのが演技です。演じている間、森久保を忘れてみるのもそれはそれで楽しいかなって思えました。お芝居の感想でしたけど。ほほ、もちろん構いませんが、何か心変わりでも？ありがとうございます。私も劇を経て少し心持ちが変わった気がしますよ。もちろんいつもの私らしい私も好きであります。けれどそこに新しい私が加わったと言いますかうまく表現できませんね、この感じは。私もまた変わったのでしょうか。さ、今日はこの後お仕事なんだけど、また今度一緒にご飯食べてもいいかな。楽しみにしてる。それじゃあまた。さよなら。よし、リハも完璧だったし、今日も頑張ろうね、僕。また僕の人生を歩める。その間は森久保とは少しさよならですけど、それが楽しいのでありましょう。私たちは何にだってなれるのでありますから。はい、きっと全部の上演が終わってもアルバはずっと森久保のそばにいてくれる、そんな気がするんです。自分を守って逃げてばっかりだった、そんな弱さとさよならできたから。お別れすることでまた新しい日常が、世界が始まる。だからさよならはすごく大事な言葉なんだ。はい。幕が上がる。また新たな旅が始まる。いつかの私を脱ぎ去って新しい日常へ歩み出すためのさよならを告げる旅が